はいどうも、こんにちは、こんばんは、しぱです。今回はアバメディアのライブストリーマー AX310 というオーディオミキサーのレビューをしていこうと思います。XLR 接続するマイクなどの複数の音響機器を接続して、それぞれの音量や音質を調整したいのであれば、オーディオミキサーが必要になりますが、いろんな種類のオーディオミキサーが販売されているので、どれを購入すればいいのかわからないと悩んでいる人もいるのではないでしょうか。そんな数あるオーディオミキサーの中で今回ご紹介するのがアバメディアのライブストリーマー AX310 というオーディオミキサーです。キャプチャーボードといった動画投稿者、配信者向けの機材を多く販売しているアバメディアから販売されているこの製品は他のオーディオミキサーにはあまりないかなり便利な機能が搭載されています。実際に製品を提供していただけたので使用してみたいのですが、これは本当にお勧めできるものだと思ったので、オーディオミキサーが欲しいと考えているあなたに忖度なしで詳細なレビューや実際の使い方といった情報を伝えていこうかと思います。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。まず最初にこの製品について簡単に説明すると、 XLR 接続するマイクも含めた最大6つの音声をミックスすることができ、個別に設定されているつまみや専用ソフトを操作して音声設定を行えるようになっています。またカスタマイズ可能なタッチパネルスクリーンと物理ボタンが4つ搭載されており、それぞれに各種ショートカットを設定することもできるようになっていますね。ちなみに他社の製品でエルガトのストリームデッキというかなり有名な機材がありますが、こちらの製品もそれぞれのボタンに各種ショートカットを設定することができるようになっています。それと似たような機能をオーディオミキサーと一緒にした製品が今回の AX310 だと考えてもらえれば、この製品の機能が分かりやすいかと思います。それでは実際に開封していきますが、実際の製品はこのような箱に入っています。箱を開けてみるとしっかりと緩衝材が入っており、その中に製品本体や付属品が入っていました。中に入っていたものを出してみると、 AX310 本体、マグネットスタンド、電源アダプター、日本用コンセントプラグ、 USB2.0 のケーブル、 3.5mm ステレオケーブル、 6.3mm オーディオ変換アダプター、クイックガイド、これらのものが入っています。ちなみにこの製品の対応 OS は Windows 11と Windows 10の64ビットと MacOS10.15 以上となっているので注意してください。次に AX310 本体の裏側を確認してみると、各ケーブルの接続端子やスイッチがまとめられています。左から順番に解説すると、 3.5mm 3極のヘッドホンやイヤホンを接続するフォンズ端子、外付けスピーカーに接続するための 3.5mm 3極のラインアウト端子、XLR 端子や 3.6mm プラグを接続できるマイク端子、スマホなどの音声再生機器から音声入力できる 3.5mm 3極のラインイン端子、ゲーム機からの音声を光デジタルケーブルで入力できるコンソール端子、PC へ音声を入出力できる USB Type-B 端子、電源アダプターから電力を供給する電源入力端子、本体の電源をオンオフできるスイッチ、これらの端子やスイッチが搭載されているので、実際に使用している機器をこの本体に接続して使用するようにしてください。実際に初期設定を行って本体を起動すると、このように本体が光ります。光ることに特に意味はないですが、キラキラしててテンションが上がるので個人的には結構好きですね。ちなみに細かい初期設定方法に関しては動画後半で解説しているので、気になる人はチェックしてみてください。次に AX310 の特徴について解説していきますが、大きく分けると2つの特徴があって、最大6つの音声をミックスできて個別に設定できるつまみや専用ソフトを操作して音声設定を行える、カスタマイズ可能なタッチパネルスクリーンと物理ボタンに各種ショートカットを設定できるという特徴があるので、実際の性能を確認しながらレビューしていこうと思います。ちなみに AX310 を実際に使用する場合は、こちらの専用ソフトウェアをインストールして各種設定を行っていきます。この専用ソフトウェアのインストール方法に関しては動画後半で解説しているのでチェックしてみてください。まずは音声設定について解説していきますが、最大6つの音声をミックスできて個別に設定されているつまみや専用ソフトを操作して音声設定を行えるようになっています。今回はマイクの設定画面で解説していきますが、数字が書かれたマイクの部分をクリックすると画面下に設定画面が表示されます。この中のマイクという項目で音量調整を行うことができたり、原因を調整することで電気信号を増幅させてマイク音量をさらに調整できるようになっていますね。ちなみに AX310 本体にあるつまみを回すことでもマイクの項目の音量調整を行えるようになっています。専用ソフトを開いていなくても音量を調整することができるので、いいポイントの一つとなっていますね。
ちなみに音量設定の下にあるマイクの種類という項目をクリックすると XLR ダイナミックや XLR コンデンサー 6.3mm というように使用しているマイクの種類の設定ができるようになっています。今回は ABBA メディアの AM330 という XLR 接続するダイナミックマイクを使用しているので XLR ダイナミックに設定していますが、XLR 接続するコンデンサーマイクを使用していたり 6.3mm プラグで接続するマイクを使用する場合は設定を変更して使用するようにしてください。ちなみにこちらのマイクを実際に使用したレビュー動画を今後作成する予定なので、このマイクが気になる人は説明欄の動画リンクからチェックしてみてください。あとその隣の項目ではノイズゲートやエコー、イコライザー、コンプレッサー、リバーブといった設定も行えるのでマイクの音質をより向上させたり、このように配信するときにちょっとしたアクセントを加えることが可能となっています。ちなみにノイズゲートの設定項目を試しにクリックしてみると、このようにより細かい設定も行うことが可能です。また上にあるタブを切り替えることで他の設定項目も簡単に調整できるので非常に使いやすくなっています。あとヘッドホンマークをクリックすることで AX310 に接続しているヘッドホンからマイク音声を確認することができるようになっています。音声遅延に関してはほとんど気にならないレベルになっており、遅延のないマイク音声を聞きながらエコーのかかり具合などもチェックできるので自分好みに簡単に設定することが可能です。ちなみに AX310 本体にある画面はタッチパネルになっており、ヘッドホンマークのモニターオフをタップすることでも遅延のないマイク音声を確認できるので好きな方で確認するようにしてください。その他の機能としては自分が実際に聞く音声と OBS などに音声を出力する時の音声をそれぞれ分けて設定することも可能となっています。専用ソフトの画面左上にある Enable Dual Mix をオンにすると、このように Creator Mix という自分に聞こえる音声と Audience Mix という OBS などに音声を出力する設定というように項目を分けることができます。例えば LINE インの端子にスマホを接続して音楽を聴きながら配信したいとします。その時はクリエイターミックスの LINE インの項目を調整すればヘッドホンからスマホの音楽を聴くことができ、オーディエンスミックスの LINE インの音量を0かミュートに設定すれば OBS で配信する時にスマホの音楽が入らなくなります。他にも Discord で通話しながら配信したいけど相手の声を配信に入れたくない人もいると思いますが、スマホの Discord を使用するのであれば同じように設定することで配信に相手の声が入らなくなるので非常に便利です。このように実際に聞こえる音声と OBS で配信する時の音声を分けることができるので、個人的にこの機能はめちゃくちゃ嬉しい機能だなと思いました。あとこの他の機能としては画面に表示されている各ボタンをクリックすると表示名の変更やフォントや文字サイズの変更、アイコンの変更などができるようになっています。自分が見やすいように自由にカスタマイズできるのでこちらも非常にいい機能だなと思いました。次にショートカット設定について解説していきますが、画面横にあるページ送りをクリックすると様々なショートカットを設定できるようになっています。ちなみに AX310 本体にある画面を横にスワイプすることでもこの画面を表示させることができるので好きな方で表示させるようにしてください。ショートカットを設定する方法は非常に簡単で、例えば YouTube の画面を表示させたいと思ったらシステムの項目にあるウェブサイトをドラッグして画面内にドロップします。そして画面下にある表示名に YouTube と入力し、 URL にシファの作業部屋の YouTube チャンネルの URL を貼り付けます。あとは実際に設定したボタンをワンタッチするだけでシファの作業部屋の YouTube チャンネルを表示させることが可能です。このようによく使用するウェブサイトを設定するのはもちろんですが、アプリファイルの項目を使用すれば OBS や動画編集ソフトといったアプリの起動も行うことができますし、ホットキーの項目を使用すればコントロール V で貼り付けといったホットキーも設定可能です。またアイコン画像も変更することができるので各ボタンを視覚的に分かりやすく設定することもできますね。さらに OBS のシーンやソースを操作するボタンや YouTube、Twitch で配信する時のコメント欄や視聴者数を表示できるボタンなど配信する時に便利なボタンも用意されているのでより一層快適な配信環境を作ることが可能です。ちなみに画面右側に4つのボタンがありますが、こちらは本体の物理ボタンと連動していて同じように各ショートカットキーを設定できるようになっています。初期設定では ABBA メディア関連のページが設定されていますが、不要であれば削除して好きなように設定してください。
ちなみにボタンが足りなくなってしまう場合もあるかもしれないですが、その時は画面右上にあるプラスボタンをクリックし、プロファイル名を入力して OK をクリックすると、新しいホットキープロファイルが作成されて、20個 ×5 ページ分のボタン設定と4個の物理ボタン設定が新しくできるようになります。いくらでもボタン設定ができるので、実際に購入した場合は好きなようにカスタマイズしてみてください。あとその他の機能としては、タッチパネルの背景色や画像を変更できるようになっています。実際のやり方としては、画面左下にある歯車マークをクリックし、デバイスの項目にあるカラーを変更することで背景色を変更することができます。さらに画像に変更することで ABBA メディアのロゴ入りの画像に変更することができたり、自分の PC の中にある画像を背景画像に設定することもできるので、自分好みにカスタマイズすることができます。他にも輝度や不透明度などの細かい調整もできるようになっているので参考にしてみてください。ここまで AX310 の性能をレビューしてきましたが、どうだったでしょうか。個人的にオーディオミキサーというものを初めて使用したのですが、一番印象に残っているのはヘッドホンで聞く音声と OBS で配信する時の音声を分けることができて簡単に調整できるという点ですね。例えばスマホの音楽を聴きながら配信したいけど、配信にはスマホの音楽が入らないようにしたい時や、Discord で通話しながら配信したいけど相手の声を配信に入れたくない時なんかは特に有効です。あと複数の音声を管理する場合、初心者の人からすると何をどう設定したらいいのかわからなくなって頭がパンクすることが多いのですが、この製品があるとそれぞれの音声を非常に簡単に設定することができるのも非常にいいポイントだと思います。またウェブサイトやアプリの起動、ホットキーなども設定できるので、オーディオミキサーと一緒に L 型のストリームデッキのような機材が欲しいと考えているのであれば、それと似た機能が搭載されているこの製品を購入した方が一つにまとまっててお得だなと思いました。ただ他のオーディオインターフェースやオーディオミキサーを使用したことがないので、他の製品と比べた時にどうなのかと聞かれると答えられないというのが正直な感想です。ただ実際に使用していて性能に関しては特に不満に思う点はなく、全く使えない製品、おすすめできない製品というわけではないので、その点は安心してもらえたらと思います。ちなみにこの後に購入後の初期設定方法などを解説していきますが、性能とは関係ないですが初期設定が面倒というデメリットがあるので注意が必要です。一応この後に細かく初期設定方法を解説していくので、その内容をしっかりと確認してもらえれば誰でも問題なく使用することが可能なので安心してください。もしもこの製品が気になるという人は説明欄の製品リンクから詳細情報をチェックしてみてください。それではここからは実際に購入した人向けに初期設定と使い方を解説していきます。解説していく内容としては、箱から開けた後の初期設定方法、OBS で AX310 を設定する方法、これらについて解説していくので、それぞれ確認していってください。まずは箱から開けた後の初期設定方法を解説していきます。本体の裏を確認すると、各機材のケーブルを接続することができるので、使用している機材を接続できたら本体の電源をオンにしてください。ちなみに細かい内容に関しては付属のクイックガイドに記載されているので、そちらを確認しながら各機材を接続するようにしてください。次に説明欄に ABBA メディアの公式サイトの AX310 の製品ページのリンクを記載しているので、そちらをクリックしてこの画面を表示させてください。表示させることができたら画面上にあるダウンロードをクリックすると、必要なソフトウェアをダウンロードできる画面に移動します。Windows を使用している場合はソフトウェア PC のタブをクリックして一番上にある最新版のソフトウェアをダウンロードしてください。Mac を使用している場合はソフトウェア Mac のタブをクリックして一番上にある最新版のソフトウェアをダウンロードしてください。ちなみに自分は Windows 10を使用しているので Windows 10の画面で解説していきます。ブラウザで Chrome を使用している場合は画面左下にインストーラーがダウンロードされるので、こちらをクリックして起動してください。もしも他のブラウザを使用していてどこにダウンロードされたのかわからない場合は PC をクリックしてダウンロードをクリックすると ABBA メディアクリエイターセントラルインストーラーハンニャラランダン .exe というのがあるので、こちらをクリックしてください。するとお使いの PC によってはこのような画面が表示されるので、はいをクリックしてください。次にこのような画面が表示されるので次へをクリックします。次にソフトウェア利用許諾契約書の画面が表示されますが、次へをクリックしてください。次にインストール先のフォルダを選択する画面が表示されますが、特に変更することなく次へをクリックしてください。するとインストールが始まるので終わるまで待ちましょう。インストールが終わるとこのような画面が表示されるので終了をクリックして画面を閉じましょう。
次に専用ソフトを実際に起動していきますが、デスクトップ画面にクリエイターセントラルというショートカットアイコンが作成されているので、こちらをクリックしてください。するとお使いの PC によってはこのような画面が表示されるので、はいをクリックしてください。するとドライバーのインストールが始まり、その後にファームウェアの更新が始まるので終わるまで待ちましょう。ファームウェアの更新が終わるとデバイスを再起動してくださいと表示されるので、 AX310 の電源を一度オフにして数秒経ったら電源をオンにしてください。デバイスが専用ソフトに認識されると、今度は ABBA メディアアカウントでログインという画面が表示されるので、すでに ABBA メディアアカウントをお持ちの方は E メールアドレスとパスワードを入力してログインしてください。もしも ABBA メディアアカウントを持っていないのであれば、無料の会員登録を行う必要があるので、ABBA メディア会員に新規登録のリンクをクリックしてください。すると会員登録画面に移行するので、メールアドレスとパスワード、国は必須項目となっているので、それぞれ入力してください。ちなみに画面下にあるプライバシーポリシーを確認して、問題ないのであれば同意するにチェックを入れましょう。その下の新製品やキャンペーン、イベントなどの情報に関しては必要であればチェックを入れてください。必要事項を入力できたら登録をクリックしましょう。するとアカウントが作成されますが、正式に会員登録するには名前を入力する必要があるので、本名をフルネームで入力したら送信をクリックしてください。これで会員登録は無事に済んだので、専用ソフトの画面に戻り、アカウント登録時に入力したメールアドレスとパスワードを入力してログインをクリックしてください。するとこのような画面が表示されるので、有効化をクリックしてください。すると設定ガイドというチュートリアル画面が表示されます。一部英語で説明されているので、英語がわからない人からするとちょっとわかりにくいですが、必要であれば次へをクリックしながら確認してみてください。実際に設定ガイドの画面を閉じると、先ほどのレビューのところで解説していた画面を表示させることができるので、各音声の調整やショートカットの設定を行ってみましょう。ちなみにレビューのところでも言いましたが、音量設定の下にあるマイクの種類という項目をクリックすると、 XLR ダイナミックや XLR コンデンサー、6.3mm というように使用しているマイクの種類の設定ができるようになっています。今回は ABBA メディアの AM330 という XLR 接続するダイナミックマイクを使用しているので、 XLR ダイナミックに設定していますが、 XLR 接続するコンデンサーマイクを使用していたり、 6.3mm プラグで接続するマイクを使用する場合は設定を変更して使用するようにしてください。ちなみにこちらのマイクを実際に使用したレビュー動画を今後投稿する予定なので、こちらのマイクが気になる人は説明欄の動画リンクからチェックしてみてください。次に OBS でマイクを設定する方法を解説していきますが、その前に OBS で使用するための専用のプラグインをインストールする必要があるので、そのインストール方法を解説していきます。先ほどと同じ ABBA メディアの公式サイトの必要なソフトウェアをダウンロードできる画面に移動した時に、説明注意という項目を確認すると OBS で使用するための専用プラグインについて確認することができます。この中にダウンロードはこちらへというのがあるので、リンクをクリックしてください。するとこのような英語で説明されている画面が表示されますが、ダウンロード&インストレーションガイドという項目にあるリリースというリンクをクリックしてください。するとこのような画面が表示されますが、一番上に表示されているものが最新のプラグインになるので、 Windows の人は拡張子が .exe になっているものをクリックしてダウンロードしてください。 Mac を使用している人は拡張子が .pkg になっているものをクリックしてダウンロードしてください。ちなみに自分は Windows を使用しているので .exe の方をダウンロードして解説していきます。ブラウザで Chrome を使用している場合は画面左下にインストーラーがダウンロードされるので、こちらをクリックしてください。もしも他のブラウザを使用していてどこにダウンロードされたのかわからない場合は PC をクリックしてダウンロードをクリックすると、 ABBA メディア OBS Web ソケットサーバーインストーラーはにゃららんだん .exe というのがあるので、こちらをクリックしてください。するとこのような画面が表示されるので、次へをクリックしてください。次にインストールする場所を決める画面が表示されますが、特に変更することなく次へをクリックしてください。次にこのような画面が表示されますが、次へをクリックしてください。次にこのような画面が表示されますが、特に変更することなく次へをクリックしてください。次にこのような画面が表示されますが、インストールをクリックしてインストールを行いましょう。ちなみにお使いの PC によってはこのような画面が表示される場合があるので、その時ははいをクリックしてください。インストールが終わるとこのような画面が表示されるので、完了をクリックして画面を閉じましょう。次に先ほどインストールした専用ソフトを起動してマイクの設定を行います。
マイクの設定ができたら画面左下にある歯車マークをクリックしてください。次に出力の項目にあるラインアウトの出力ソースがオーディエンスミックスになっていることを確認してください。ここまで設定できたら専用ソフトは閉じてもらって構いません。次に OBS 側でマイク設定を行っていきますが、 OBS を起動したら画面右下の設定をクリックしてください。次に画面左にある音声を選択し、グローバル音声デバイスのマイク音声にオーディエンスミックスライブストリーマー AX310 を設定して OK をクリックしましょう。あとは OBS にゲーム画面やカメラ映像などを映し、実際に録画や配信を行いながらマイクの音声チェックを行うようにしてください。ちなみに自分のチャンネルでは OBS の各種設定方法を解説した動画をたくさん投稿しています。OBS の設定方法がよくわからない場合は説明欄に記載している再生リストから関連する動画を確認してみてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで実際に使用してみた機材のレビューや録画や配信に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に関連する各リンクを記載しているので気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。